9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。世界的に人気のあるアメリカンバーボン、ジンビームの主力製造拠点が来年1年間にわたって操業停止することが発表されました。この決定はジンビームを製造するサントリーグローバルスピリッツによるもので、ケンタッキー州にある中心的な蒸留施設を2026年を丸ごと通して閉鎖する計画とされています。公式声明によれば、これは単なる休業ではなく、施設の大規模な改良工事と投資機会のための措置で、長期的な製造体制の強化が目的だとしています。ただ、ケンタッキー州ではすでにバーボンダルの在庫が過去最多を記録しており、蒸留業者の税負担や市場需給の変化も背景にあると伝えられています。世界的なバーボン市場、そして熟成年数の長い原酒の供給にどのような影響が出るかは、今後の動向を注意深く見守る必要がありそうです。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランド・アイラ島のブルックラディ蒸留所からウイスキーの常識を大きく揺さぶる一本が登場しました。その名もブルックラディ X4 プラス18エディション01。世界でも極めて珍しい4回蒸留で作られた18年熟成のシングルモルトウイスキーです。通常スコッチウイスキーは2回蒸留が基本。一部のアイリッシュウイスキーでは3回蒸留が行われますが、4回蒸留という手法はほとんど前例がありません。ブルックラディはこの4回蒸留という極端なアプローチに挑みました。目的はただアルコールを高めることではなく、より純度の高いスピリッツを生み出すこと。蒸留を重ねることで雑味を削ぎ落とし、繊細でクリーン、なおかつ熟成に耐えうる原酒を作り上げました。このウイスキーは2006年に蒸留され、蒸留直後のアルコール度数はなんと約 85%。その非常に高い度数のまま樽に詰められ、アイラ島の蒸留所で18年間静かに熟成されてきました。そして今回、アルコール度数 63.5% というカスクストレングスでボトリング。ブルックラディらしい加水も冷却ろ過も行わない完全にナチュラルなスタイルです。気になる香りと味わいですが、4回蒸留と長期熟成が生み出す個性は非常に印象的です。香りにはドライアプリコットや完熟マンゴー、レモンピールのような明るい果実感、そこにトーストしたオーク、柔らかなスパイス、ほのかな蜂蜜のニュアンスが重なります。口に含むとフルーティーでありながら非常に滑らか。高い度数を感じさせないほどバランスの取れた洗練された味わいが広がります。余韻は長く、果実と多くの甘みが静かに続いていきます。この X4 プラス18はブルックラディの実験精神を象徴するシリーズでもあります。今回のエディション01を皮切りに、今後6年の間に全4作のシリーズとして展開される予定です。今回のリリース本数は世界でわずか2400本。まさに革新と熟成が交差する瞬間を切り取ったコレクターズアイテムとも言える存在です。ブルックラディ蒸留所は2001年に再稼働して以来、伝統を尊重しながら恐れずに挑戦する、その姿勢を貫いてきました。テロワール、原料、製法、そして今回のような大胆な蒸留実験。X4 プラス18エディション01は、そんなブルックラディの哲学を18年という時間で結晶化させた一本と言えるでしょう。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、
気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はコーバル蒸留所からコーバルバーボンスペシャルフォアジャパンです。コーバルは2008年創設。蒸留所名は常識にとらわれず自分の道を行くものという意味を持ち、その名の通り革新的なスピリッツ作りを続けてきました。最大の特徴はグレーントゥーボトル。原料となる穀物の栽培から蒸留、熟成、ボトリングまで全てを自社で一貫管理。使用するのは契約農家によるオーガニック穀物のみ。遺伝子組み換え原料は一切使いません。蒸留にはドイツ製スチルを改良し、ポットスチルにコラムスチルを連結した独自のハイブリッド蒸留機を採用。穀物本来の香りと味わいをクリアに引き出します。ウイスキーはすべてシングルバレル。バーボン、ライ、ミレットなど個性あふれるラインナップが揃い、世界の品評会でも高い評価を獲得しています。コーバルバーボンスペシャルフォージャパンは、厳選した樽をさらに追加熟成させた限定品で、厚みのあるボディと芳醇な甘み、そして上質なオーク由来の華やかなスパイスフレーバーを生かすために 50% で瓶詰めしました。ラベルには富士山、扇があしらわれており、日本市場のみの流通となっています。ヨーロッパ、米国、アジア、オーストラリアと世界55カ国で愛されるコーバルが初めてリリースする国別限定品に日本が選ばれました。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は深みのあるブラウンですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは心地よい木の香り。ミドルノートはシナモンや乾燥したスパイス。ラストノートはマンゴーチャツネやプルーンの濃厚なフルーツの香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかで少し粘度があり、ボディはミディアム。クリーミーな優しいバニラの甘さが広がり、ジンジャーブレッドの風味。飲み口を進めるたびにタンニンのコクが感じられます。フィニッシュはピリッとしたブラックペッパーから始まり、シナモン、ジンジャーの温かいスパイス。そしてほろ苦いカラメルにミルキーな甘さが余韻に程よく続きます。これは飲みやすくて非常に美味しいですね。それでもアルコール度数は 50% ありますので、さすがに酔いが回ってきますが、終始アルコールの刺激は控えめでミルキーな甘みに包まれて、バーボンらしいスパイスの芳醇な風味に大人な後味が最高です。これはストレートがおすすめですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはボトラーズの BBR から
現代に復活した往年の名手、セント・ジェームス12年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、良い週末を。お相手はシーカーでした。